こんちは。手持ちのギルクエ紹介第1弾、やっていきます。我々がいくつか持っている136以上のギルクエ、その内容を評価しつつ、紹介していきます。ちなみに、これらはすべて他人さんだよ。ノラでもらったり、SNS で交換募集したりしてた。基本はマルチを想定して集めてたから、ソロゲンの今は意味合いが変わってるクエも多いかも。そして、実際にソロで周回するときに気をつけていることなども簡単に触れていきますよ。当然、クエごとに少し立ち回りは違うからね。ソロだと特にな。ただ、これにはさらっと触れていく予定だ。なんせそのクエでしか使えない情報だからな。さて、それではやっていきましょうか。企画スタート。まず最初はラージャン単体。武器は体験たちだよ。マップ構成は川天掛けの平面セット。文句なしの紙マップです。ラージャンの単体に入手武器が体験。4G のギルクエを象徴するようなクエですね。一等クエってのが気楽でいいんだよね。複数等は効率いいけど疲れるからな。ソロ環境の今なら一つは持っておきたいよね。集めといてよかったわ。一方で、実は報酬目的で回ることはありません。我々、アギトはあまり好みじゃありませんで。なんなら、アギトでゴール来ても困るくらいに考えてます。体力あるときはあえて回さないまでありますね。まあ、少数派だとは思うけどね。アギト好きな人って結構多いみたいだから。これはもはや、動画用にプレイするクエかも。タイラーってやっぱりネタになること多いからさ。検証にしても解説にしても、やっぱり140ラー単体は外せませんもんね。ソロでのクリアタイムの目安としては9から10分。体験でうまく立ち回ればこのくらいで安定します。ガン攻めすれば8分前後が出たこともあるんだがね。安定とは程遠いから全く参考にならんよ。っていうか、タイム狙うなら崖クエであるべきだと思うから、TA とかと比べても意味ないんだよな。やっぱり広い方が周回では安定しますもんね。10分とはいえ10分間ずっとしんどいし。では、このクエの立ち回りや流れなんですが、正直決まったものはほぼありません。なんせ地形もモンスターも癖がないからね。頑張って殴る、ただそれだけだよ。あるとしたら、エリア2の天井かな。やっぱり柱の周囲で戦うのは避けるべきだ。ローリングの誘導などは気をつけてますね。裏行くとなかなか出てこなかったりするので。ラー自体、油断できるモンスターでは全然ないので、常に無理はしないように気をつけています。無理して失敗してたら本末転倒だからね。特にソロだと確実に回せるのが大事だ。というわけで、このクエ自体に不満はないけど、ぶっちゃけ武器種は別のがいいかも。アックスコンあたり欲しいかもですね。贅沢な悩みですけど。続いてはドスランだ。入手武器はアックスコンだよ。ドスランはスラーク組となります。エイムと DH が惚れますね。これはゴアコン目当てで交換してもらったクエですね。シンプルにツタランが欲しかったってのもあります。我々、確か体験のツタランも持ってたはずなんだが、41式にあまり惹かれずに1軍から外しちゃったね。41式もファンが多いことは認識していますが、我々にはちょっと合わなかったようです。クエ自体は何も言うことありません。初期1ツタ上スタートで続く2エリアも平坦です。これ、シンプルに通いやすいコンクエとして重宝してる。スタ上ならランポスはただのおもちゃだからな。スタは唯一ラーが入れないから、めちゃくちゃソロ向きのクエストだね。マルチでもランポスはフルボッコにできますけど、恐竜化の移行中がちょいもどかしいですね。ソロだと全ての隙をまんべんなく活かせますので、色々とちょうどいいです。周回目安はだいたい10分から11分の間に落ち着く。たまーに5針出たりするけど。ランポスをツタから逃がすと超面倒ですが、基本的にははめたまま倒せますね。これだけ早いと周回効率も良さそうですが、報酬の少なさがやや足を引っ張ります。ランポスの報酬自体はくっさ少ないからね。体力はラーより多いんだけどな。ただまあ、気楽に通えるのはありがたいよ。時間がかからないってのはでかいからな。クエストの流れとしては、まず全力でランプをはめまして、その後じっくりラージャンと対峙します。140ソロでもランポスはだいたい2分台で終わります。こんなことできるのランポスだけです。これでいて先行ハメとかでなく地形由来だよ。自然派のガンハメだね。さっきも言った通り、スタはラーに邪魔されないから快適さはトップクラスだ。これが成立するのもツタ上スタートあってこそです。間違ってもランポス自体は楽なモンスではありません。自己3で目指すなら果てしないクエですね。左周までに入手できてよかったです。3番目、キリンだ。武器は体験たちだ。設定上は因縁の組み合わせですね。来剣が惚れるのはイメージ通りです。これはキリンがやりたくて募集したと思います。さすがに単体を選ぶ気にはなりませんでした。原種はクエ報酬がダメなグループだからね。やるなら誰かの左じゃないとあかん。基本的には1の崖でキリンと対マンできるけど、たまーにラーが合流してだるい展開になるよ。
どっちも肥やしで移動させられませんからね。ここら辺はさすが古流っていうか。このクエはおそらくソロで最も通っています。来剣はかっこいいし、比較的気楽に回せるので。キリンも体験なら自然と5分切れるからね。慣れないうちは攻撃チャンスがわからず大変だが。居合の練習としてはシンプルでいい相手だ。戦ってて楽しい両クエだと思うよ。マルチの Z 順とかではよくこれを貼ってましたね。体験4人だとあっという間にキリンが解けます。そうね、報酬としては物足りないが、来剣って他面倒なやつばっかりだしな。ソロだとだいたい13分くらいで回れるかな。たまに12分切れたりする。このくらいなら全然回る気になれますね。ランポスよりはもちろん時間かかりますが。一方的なハメでなく大技の隙をちゃんと見るので、手応えを感じられます。気をつけてることは、とにかくキリンの早期討伐。目安としては5分以内に片付けることだ。これ以上かけるとエリア2に移動しちゃって、最悪ラーに見つかったりするからな。キリンのタイムはその日の調子のバロメーターにもなります。多少コード運に左右されますけど。2等クエのキリンくらいゼロ針で倒せないと、その日は切り上げたいくらい調子が悪いですね。まあ、キリンも決して楽な相手じゃないけどね。まひったら確定で死ぬし。ともあれ、このクエは一番のお気に入りだ。今後もずっとお世話になるだろう。4つ目、キリンアラー。弓とライトボウガンが掘れるぞ。弓はエクリプスボウが対応。あの武器かっこいいんですよね。これもそのまんま、武器目当てで募集しました。マップはすべて広めて、しっかりキリンから戦えます。ただ、移動に時間がかかってちょっと不便な面もある。端から端まで走るマップが多くてな。なんなら開幕、キリンに追いつくのすら難しいですね。やたら索敵範囲が広いので。それから、そもそもアシュが普通に強いので、原種ほど気軽に行けないクエになってます。二連つららの対処もまだ完璧じゃないしな。超強いってほどじゃないんだけどね。あと、このクエはエリア1の合流率が割と高い。突然ラーが降ってくるんだよな。原種ほど早く倒せませんしね。ここは運次第となってます。総じて、ソロテはカロリーの高いクエです。決して回しやすくはありません。タイムは15分で終わるのを目指してるけど、普通に越すこともあるね。戦闘以外に移動で下ることが多くてな。ラーが全エリア飛び回るから。ここでマップの広さが響いてきますね。目の前で移動されたりすることもありますし。キリンアッシュも早かったり遅かったり、経験不足が出てきます。クエ独自のポイントはエリア1の合流ケアかな。だいたい4分過ぎで合流の可能性が出てくる。そこで煙を体得と自動でケアできるが、ぶっちゃけあんまり使える対策ではないな。針が動かないギリギリなので、ちょこちょこタイム見とくしかないんですよね。正直周回の時にあまり頭使いたくないので、普通に忘れて合流されるのがほとんどです。まあ、超合流率が高いってわけでもないんだけど、されたら割とどうにもならんクエではあるな。総じて、現状の評価はちょっと微妙なとこだ。マルチだとすぐ終わるんだけどな。キリンは殴るほど有利になりますからね。今言っても仕方ないですけど。5つ目はティガレックスアッシュ、ラージャン。入手武器はアックスコンだね。精鋭とセクハルが惚れます。見た目はどちらも最高ですね。こちらは確か、ノラの配布でもらったはず。当時、ティアのチャーク部屋は人気でしたからね。チャーク部屋はアックスコン貼る人多いからね。あとみんなチャークだから一体感が生まれやすい。その時も雰囲気良くなって全員に配布されたはずだ。懐かしいな。我々も育てた後はよくマルチで貼ってましたね。ティアはチャーク有利なのが楽しかったです。が、ソロとなった今では話が別。ぶっちゃけ体験で殴った方が楽で早いです。このクエ、1の崖で自然に分断できるから、チャークでじっくり立ち回れるんだがね。効率で言えばチャークを担ぐ意味が薄い。大方向に GP 入れるのは楽しいんだけどね。結局、居合体験で殴るのが早いとは、情緒も減ったくれもございませんね。クリアの目安は13分台ってところですかね。たまに12分ちょいで終わったりします。タイムはティガ戦の調子次第だね。このクエ、マップは3つしかないから。エリア2での合流の危険性があるんで、なるべくすぐティガを終わらせたい。煙タクと先行も使えなくなりますからね。合流した後のティガ戦はかなり難しくなります。で、このクエの進め方ですが、ティガについてはセットプレイがありますね。ティア戦のコツは、とにかく動かさないことだからね。そのために色々と試行錯誤したよ。まずは開幕、しびれ罠を設置して待つ。かかれば体験でフルコンボが入るぞ。その後は怒り以降に合わせて先行玉。それ以降はひたすら先行付けです。解除時にタメさんが確定するので、これ繰り返してればいずれ終わります。余裕があれば、振り向きタメさんも狙って OK だよ。昼道の管理が必須だが。すべてが噛み合えば、ティガが5分以内で終わることもある。めったに出ないタイムだけど。崖上は狭くて頭狙うの難しいですからね。変な方向にスタンしたり。
ただ、ティガーシュの耐久値の低さで助けられてます。頭は柔らかいし、体力も低めです。総合すると、ソロだと普通くらいの評価かな。やっぱりティアはマルチでチャーク持ちたいや。じゃ、本パートのラストね。テオの片手双剣クエだ。ゴルマロと海王総人が惚れます。マップは3が侵入不可と理想的ですね。これ、海王総人が欲しくて手に入れたんですけど、地形的にテオの練習用としても適してます。なんせ川の跡崖下だからね。広々、かつ平坦なところでじっくり戦えるぞ。ただ、めちゃくちゃ肝心な部分が抜けてて、我々がテオ戦下手なんだよね。テオ、報酬面では最も優秀なんですが、体力バカなのとノバが鬱陶しいですね。ソロだとタイマー用意しないといけないので、ラーに比べて周回が面倒だなと思っています。テオをマルチだと気楽で楽しいんだけどね。体験と手数武器で立ち回り変わるし。ソロだとどうしても通う頻度は少ないな。あと体力 10% 低かったらな。タイムはどうしても10分以上かかっちゃうんですよね。たまに5針出たりするんですが。攻めようとするとクリアが安定しなくて、安全第一だとこうなっちゃいます。ラーが10分以内安定と考えると、時間効率的にはどっこいだよな。4だとここまで耐久バカじゃなかったと思うが、なんでこんな体力増やしちゃったんだろう。まあ、4で乱獲はされてましたからね。極限とかない分、強化の必要ありとの判断でしょう。で、テオ単体なので特段気をつけることはありませんが、大体は総中根で後ろ足を殴っておりますね。一時期体験で頭狙いもしたんだけど、全然安定しなくてな。それでいてタイムはコンとそこまで変わらないから、結局こっちの立ち回りに落ち着いたわ。ノバさえ気をつければいいですしね。今後も周回は恋しか持たないでしょう。昨年、ゴール級の毒根を掘ったのもありまして、これにしてからちょっとだけタイム縮みました。対テオなら毒も悪くないからね。青のセクハル綺麗だし。総合的な評価は、まあ普通って感じ。若干立場が危うくもない。テオクエを他にも持ってるってのもありまして、枠を割き続けるべきかは要検討ですね。以上、ギルクエ紹介の第1弾でした。一つ一つがちょっと長くなっちゃったわ。どれもそれなりに周回方法を考えましたからね。それぞれに思い入れがあります。他にもいくつか持ってますが、もらうか交換したものです。揃えるまでにはだいぶかかりましたね。Twitter とか利用してな。自己産以外ダメって人もいるけどね。ただ、このデータだとマルチ前提で集めてるから、今だとプレイ頻度にだいぶ差があるんだよな。なるべくソロでも面倒でないもの、選んでますからね。ソロで2等クエはちょっとカロリー高いです。当時の基準だと全く文句なしなんですが、今となっては微妙なものもあります。実際、差し後に別データで集めてるクエは、ラー関連以外のものも多いからね。ソロ環境は単品とか古竜がより輝きそうなんだよな。より良いクエが見つかればいいんだけど。ギルクエって育てるのがとにかく面倒で、おいそれとレギュラー変えられないんですよね。定期的にオフで通信できるとかならまだしも、現状ではかなり窮屈になってます。やはり今こそ移植が必要だ。モンハンのコレクション、発売待ってるぜ。やはり結論はこれですか。我々こればっかり言ってますね。ほいじゃ、次の動画で。またね。